はい、皆さんこんにちは。年一トラベラーアイアンウッドでございます。ヨーロッパ旅行記長々とお届けしてきましたけども、いかがでしたかね。トラブルがありましたんでね、YouTube のネタとしたら良かったんですけど、実際ね、トラブルはない方がいいです。次回のね、旅行も私実は予約してるんですけども、ANA 特典航空券に関して、2025年6月に変更があったんですよね。その変更があったことによって、私が去年長々と話したことが、大半はね、変わってないんです。一部変わったんですよね。ですからちょっとね、そちらの方に戻ってしばらく ANA 特典航空券予約のコツに関してね、2025年秋現在の情報ということでお届けをいたします。で、こちらは海外をクリックしますね。で、予約をクリックします。それから、ここ特典航空券をクリックするんですけども、ここに条件があります。この中でスタアラヤ世界一周ご利用条件。これは6月で終わってます。今残ってるのはこっちですね。ANA 国際線特典航空券、それから提携航空会社特典航空券になります。とりあえずちょっとさらっとね、おさらいしておきますね。で、変更内容ね、これ7月2日になんか更新されてるんですけども、基本ね、4月に更新されてます。これですね、4月の4日に更新されて、今回大きなのはここですね、片道の特典航空券が導入されました。もうすでにこれ適用されております。それからここですね、往復特典航空券における乗り換え条件が改定されました。で、何が大きく変わったかって、外国での乗り換えは変わってないんです。国内での、乗り換えが今まで2回ね、行き帰りとも2回ずつ OK だったのが、行き帰りとも1回ずつになっております。あとはね、そんなに大きな変更はないんですけども、7月2日の変更っていうのが、これですね。7月2日の変更は、サブカードでログインの場合は、2026年5月19日以降の国内線搭乗分は予約ができないってなってますね。家族で合算できます。それから私自身も ANA のカード複数枚持ってると、番号がね、いくつかあるんですけども、メインじゃないとダメって。どうなのかな、今まで僕メインでやってたから、ちょっとこれが引っかかる人いるのかどうかはちょっとわかんないです。さあ、そしたらね、まずね、今回は触りとしてどんなチケットが取れるのかっていうことをご紹介します。で、私がもうね、2026年のチケット取ってるので、そちらからご覧ください。これがね、マイページなんですけど、マイページ大きく変わりましたね。しかもね、ちょっとね、2段階になってるんですよ。この下に行って、ここの詳細をクリックします。なんかね、分かりやすくなったような、分かりにくくなったようなんですけども、ここで予定搭乗者サービス、ここをクリックしないと詳細が出てこないんですよ。はい。予約内容の確認ということで、予定の詳細を見ます。ここでね、いろいろ細かなことが見れますけども、区間1、5月3日ってなってますけども、これ2026年です。2026年5月3日、ゴールデンウィークのね、もうウルトラど真ん中ですよね。高松を夕方に出発します。5時5分に出発して、東京羽田に6時30分に到着いたします。で、ここでね、一晩泊まるんです。で、次の便が翌日5月4日になります。5月4日の朝10時15分、東京羽田を出発して、ジャカルタに行きます。ANA の特典ビジネスでございます。やったーですね。ゴールデンウィークにね、ビジネス取りましたよ。からジャカルタでまた一泊をします。5月5日の火曜日、ジャカルタを14時30分に出発します。台北桃園に20時55分に到着いたします。エバー航空で特典ビジネスです。で、この間ね、ここが24時間超えると乗り継ぎにならないんですね。一泊するのは OK なんで、一泊をして翌日の16時より後に出たらアウトになるんですけども、ギリギリセーフですね。で、次はまたここで台湾で一泊するんですけども、15時、翌日5月の6日です。15時10分に台北桃園空港を出発して、福岡に18時20分に帰ってきます。エバー航空で特典ビジネスです。
これで、いわゆる1往復をビジネス3便乗って日本に帰ってくると。で、ここも24時間超えちゃダメなので、24時間以内で乗り継ぎをしております。で、ここまで見ていただいたらね、また2往復取ったんだなってお分かりいただけるかと思うんですけども、そうなんです。で、ここの日本でストップオーバーをかけます。次の出発が5月19日です。5月19日に東京羽田を夜中ですね、0時05分に出ます。これ勘違いする、僕も正直勘違いよくするんですけど、勘違いする人が多いので、19日の0時05分という書き方と、18日の24時5分という書き方を併記してくれ。さすが日経エアラインですから親切です。で、ANA の特典ビジネスです。これでバンコクに行きます。で、バンコクで1泊して、次の日の12時15分、バンコクを出て、シンガポール航空でシンガポールに行きます。これも特典ビジネスです。で、このチケット、今ダダダーっと見てたらよく分かりにくいんですけども、目的地はここです。バンコクが目的地ですから、ここ実際何日滞在してもいいんです。なんだけど、短縮で取ったのは、これ後で変更かけます。後で変更かけて、ここは実際はバンコク何日か泊まるようにしますけども、いつに変更かけるのか、2026年の夏休みもしくは2027年のお正月、どちらかにしようと思ってます。そのあたりはね、まだ先の話なので、変更ができたらまたご紹介いたします。で、シンガポールを、またシンガポールで1泊するんですわ。シンガポールで1泊して、翌日21日の12時に出発して、シンガポール航空特典ビジネスでマニラに向かいます。マニラ到着が15時45分。で、マニラで1泊をして、ANA 特典ビジネスで東京羽田に帰ってまいります。で、これね、当日高松まで帰ってこれないので、1泊して翌日 ANA で高松に帰ってくると。これで2往復が完結します。で、必要マイル数が63,000マイル。お支払い総額は78,560円ということでですね、このね、必要マイルに関しては、これいっぱい、これ僕ビジネスクラス乗ってるじゃないですか。何便乗ってもね、実は一緒なんです。何便乗っても一緒って言い方実は正しくないんですけども、これ提携航空会社特典航空券のルールにのっとって発見しております。その場合ね、国外で乗り継ぎがなければ6万なんです。国外で乗り継ぎをすれば6万3000円ですけども、乗り継ぎ回数が、1回しようが、マックスまでしようが、6万3000円変わりませんので、せっかくね、ですから僕、貧乏根性でね、特典航空券でちょっとでも飛行機たくさん乗りたいな、いう思ってますので、これ7便ビジネスクラス、プラス国内線2便乗って、全部で9便乗るんですけど、9便乗っても6万3000マイルで済みます。ただね、ANA の場合は燃油サーチャージかかりますから、乗る回数増やしたり、遠くまで行くと、ここのね、お支払い総額、これが増えますんでね、しょうがないですね。しょうがないですねというのが、ここはちょっと辛いところですね。それからいろんなことここにできるようになってるよね。まだ僕新しいのね、使いこなしてないので、新鮮ですわ。ではね、こんなややこしい予定も取れるんですけど、いきなりね、ややこしいことが入ると、ってなんだこれはってね、思われる方もいらっしゃるかと思います。このチケットね、簡単に言うと、ここだけなんです。東京、羽田、バンコク。要は、東京からバンコクへ行くチケットなんです。それをね、こんだけややこしく高松から1、2、3、4便ね、ややこしく、乗り継ぎをしてバンコクに行くっていうチケットなんですけども、せっかくですから今年はね、バンコクっていう一つの都市をターゲットにして、で、いろんなパターン、単純に直行で行くパターンね、今回だったら僕これを1便だけで言うと、羽田からバンコクに ANA のビジネスクラスで行きましょう。この一言で終わるチケットなんですよ。そこからスタートして、こういう風にね、って2往復までできるようになってね、ビジネスクラス7便乗れるようになって、これ最大ね、今8便乗れます。6月の改正前までは10便乗れたんです
ですけど、今10便はダメです。今8便が最高ですわ。ですから僕7便ね、今回乗りますけど、もう1便ね、というのは、行きに関しては僕2往復してるけど、帰りは2往復してないんですよ。帰りも2往復したらこれ8便になるんですけど、そういったところまで多分 A、B、C、D、さあ E、F ぐらいまでパターンがあるんじゃないのかなと思うんですけども、簡単なことからややこしいことまで話をしていきます。日本からバンコクへ ANA 特典航空券で行こうね。で、お得に行こうっていうことを、次回から詳しく紹介していきますのでね、ぜひチャンネル登録していただきまして、今年のネタね、一応今の予定ですけど、年末ぐらいまで続けるつもりしてますので、引き続きご視聴いただきますようよろしくお願いいたします。